はい、こんにちは。今日はね、ドローン爆弾やっていきたいと思います。前回自爆ドローンのスポナーを確保したので、ここから出てくる自爆ドローンを使えば無限に爆薬を使えるんじゃないかということで行ってみましょう。まずは前回捕まえた自爆ドローンがここに置いとくといつ爆発するかわからないので危ないですね。自爆ドローンは塀の高さあたりで機能停止することが分かっているので上の方に置いときましょうかね。先に置いたやつが光ってって活動再開しているように見えますね。これはロードした時に光のエフェクトだけ戻るみたいで実際には活動停止してるので見た目だけの問題みたいです。よし。で、同じようにこのドローンスポナーを塀の上まで運べれば安全に自爆ドローンを確保できるんじゃないかって考えてとりあえず坂を作ってみたんだけどなかなか重いですねスポナー自体はベアリングホルスターで持ち上げることができるんだけど重いものを持った状態だと投反力が下がるのでよっぽど緩やかに作らないとダメかな。理論上はいけるはずなんだけどこの辺一歩下がると下り坂になってたりしてこれ以上長い坂を作るのは難しいかもしんない。大掛かりな工事をするか根本的に置き場所を考え直すってのもありなんだけど撮影のことを考えるとひとまずここが見やすそうなので今回は地面に設置したまま行きましょうか。ドローンが湧いた時に勝手に飛び回らないように壁を作っとくとして捕まえて取り出すための隙間も必要なのでこんなもんでいいかな。あとは自分が上に登るための坂を作っといてひとまずこれで上には登れるんだけど周りのビーム砲に狙われて落ち着いて作業ができないですねとりあえずビームよけの壁を作っときましょうか。よし。これでここに置いてある自爆ドローンを組み立ててこのように塀の高さ以下になると爆発するっていうことをお見せしたわけなんだけどこの理屈って自爆ドローンを投げつけるとあれはい自爆ドローンはプレイヤーが近くにいないと爆発しないので他の敵に投げつけるだけでは効果がないですね。なのでこうやって近くに行くとちゃんと爆発しますね。ただ状況次第では自分がダメージを食らうかもしれないので他に起爆させる方法としては破壊。まずは爆破したい場所に自爆ドローンを設置して武器で破壊してやる作戦で行ってみましょうか。どのくらい必要なのかわからないのでとりあえず10個ほどくっつけて刃物のついた棒でうりゃ柱を破壊できる威力はありますね。今のは直接破壊したのは1つで他が
うまく誘爆してダメージを与えた形になってます。落ちたビーム砲は始末しとくとして、じゃあビーム砲を直接破壊できるかというと、なかなか届かないこれは完全に立地条件の問題でもあるんだけど、そもそもあんな高いところにあるビーム砲に爆弾を設置する手間をかけるぐらいだったら直接破壊した方が早いですね爆弾の回でも試したんだけど、柱を破壊するよりも低いダメージでビーム砲を壊せることはもう分かってるので、意地で試す必要はないかな。なので今回は柱をもう一本倒しときましょうか。今度は5個分をくっつけて、おりゃ、5個でも十分破壊できますね。残る柱は2本あるんだけど、もう力技で倒しちゃいます。実際試したところ、結局起爆のために刃物で攻撃する手間を考えると、刃物で直接柱を攻撃した方が正直早いっていうのもあるんだけど、もうちょい別のことをして遊ぶにもちょっとね、こいつらいると作業中にビシバシ食らって全然作業に集中できないんだよねよし、これでビーム砲を全て破壊というか、この辺の要塞をやっと制圧できました。改めて見ると背景要塞とはいえ一人で暮らすにはちょっと広すぎるくらいありますね。まあとにかく邪魔者がいなくなったので、ここから作業場所を作っていきます。よし、途中は単純作業なのでカットしちゃったんだけど、とりあえず自爆ドローンを保管したり持ち運んだりしやすい環境が整いました。間に合わせの作業場所なので作り自体は雑なんだけどスポナーからある程度離れないと次のが湧かないので、ドローンが機能停止する3メートル以上の高さで安全に持ち運びができるようにしてあります。で、さっき柱を破壊した時はノリと勢いで何個もドローンをくっつけて爆弾にしたので、どのくらいの威力があるか分かんなかったんだよね。なので火薬と比べてどんな感じになるのか試してみましょう。比較対象は爆弾の回で使ったのと同じ柱。こいつに対してどのくらいダメージが出るのかを確認してみましょうかね。ドローン1つで478ダメージ。ドローンのダメージが火薬と同じように中心ほど高いんだとすると、ちょっとくっつけ方が斜めになってる点が不公平なんだけど、これ活動状態で正確にくっつけるのも難しいので誤差ってことにしといてください。どのみち実用レベルで正確に設置できる方法が今のところ見つかってないので、ここも自爆ドローンの扱いの難しさとして考慮しときます。で、数字的には火薬の回での実験では 2.0 キロで462ダメージっていう計測結果が出てるので、それよりちょっと強いくらいですね。
火薬 2.1 キロ相当って考えといていいんじゃないでしょうか。じゃあもう一個持ってきて、これで爆発させると、数字はよく見えなかったんだけど、残りの耐久度が186なので合計939ダメージ、1つあたり481ダメージですね。さっきと同じく正確には設置できていないので、そこのところは誤差として、ここで重要になるのが、さっき1つあたり火薬2キロくらいって言ってて、2つで4キロ相当なのかというと、火薬での実験結果では1122で数字が出てるんだよね。これは火薬は1つにまとめるほどダメージ効率が上がるってのに対して、ドローンは複数くっつけても足し算式にしか上がらないので、あくまで2キロ相当の火薬が複数っていう計算にしかならないってところですね。とはいえそこそこしっかりしたダメージが出るのは確認できたし、柱だと3個分で破壊できるのが分かったので、これはこれで今回の実験データとしては十分でしょ。ということで、ドローン爆弾でお題目で自爆ドローンの爆発の現象を試してみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ちょっとね、途中実は納得いかなかったところがあって、高いところから十分な距離を持って飛び降りようとした時によく爆発してたんだよね。おかしいなと思って後で実験したんだけど、どうも自爆ドローンは高さに関係なくプレイヤーとの水平距離で起爆するみたいですね。グリーンスライムは高さ関係ありでプレイヤーとの水平垂直距離で起爆するので、同じ爆発キャラでも特性が違いますね。ここは扱いが厄介なところだと思ってるんだけど、逆にこの特性をうまく使う方法なんかもあるかもですね。で、今回は爆発する現象そのものの確認をしてみたわけなんだけど、これを応用して爆発する武器が作れるんじゃないかということで、次回はグレネードハンマーやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。